きげんよう、望月ひまりだよ。こうさぎちゃん、エロゲ買ってますか？ひまりは売ってました。響きの産地はエロゲ屋さん。エロゲメーカーカフスさんのブランドソノナから11月27日に発売予定。響きの産地はエロゲ屋さんの企業案件の方をね、いただきました。タイトル通りエロゲのお店が舞台のエロゲです。ひまりはエロゲ。ひまりはエロゲショップで働いてたこともある。最適な人選なのではないでしょうか。寂れた商店街の端にある昔ながらの雑貨屋、響きの商店が店主の祖父の引退宣言を受けて廃業。しかし孫娘の3姉妹は話し合いの末、別のお店に改装して響きの商店を継続させることに。そして響きの商店はエロゲ専門店響きのショップへと申請。エロゲー業界を店員目線でお届けするアドベンチャー。エロゲーを売るのはエロゲーが好きなだけじゃ難しいということでね、エロゲ屋さんが舞台なんだけど、そもそもこうさぎちゃん、エロゲ屋さん行ったことある？ひまりショップでお世話になったソフマップさんにトレーダーさん、ゲッチュ屋さん、駿河屋さん、メロンブックスさんに虎の穴さん、ちゃんと行ってますか？お店に入るの恥ずかしいしとか思ってるんじゃないですか？間違いですよ。ひまりはいつもこんな感じですよ。おい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 、やってる？おい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 、新作。あれまだ買ってなかった。おい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 、お願いします。カードで。はい。領収書もお願いしていいですか？はい。1回で大丈夫です。はい。宛名は空欄で大丈夫で。ただし書き、お品代でお願いします。はい。はい、ありがとうございます。おい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 、こんなもんですよ。でもね、恥ずかしいと思う気持ちもわかります。エロゲ買うときどう思われてるかわかんないし、店員さんに顔とか覚えられてたら恥ずかしいし、R18 のね、のれんが物々しいし、年齢確認されたら怖いし、身分証明書出して本名知られるの恥ずかしいし、買ってるエロゲを覚えられてたらどうしよう。妹物ばっかり買ってると、お兄ちゃんってあだ名つけられてるんじゃないか。おねしょたばっかり買ってると、僕くんってあだ名つけられてるんじゃないか。今も大麻人とか呼ばれてるんじゃないか。わかりますよ。ガラスの少年のようなこうさぎちゃんのハート。わかります。でも、それは外からしか見てないからじゃないかと、ひまりは思うのね。レジカウンターの中にいるのも、外にいるのも同じ人間です。エロゲを売る側、エロゲを買う側。ひまりは中も外も経験済みです。今回は響きの産地の3姉妹、エロゲー大好き長女、響きのゆかりちゃん、しっかり者の次女、響きのつむぎちゃん、性的なことに潔癖な三女、響きのゆいちゃんの3人が切り盛りするエロゲショップと、それを助ける主人公のドラマを踏まえつつ、ひまりがエロゲを売ってた頃のことを話します。アダルトゲーミングの話が出ますが、これは社会経験の話なので、YouTube さんは怒んないでください。これからのお話は特定を避けるため、いくつかのお店の話をミックスして話します。メイド喫茶を半年で辞めたり、ひまりはバイトとバイトを転々としてたから、エロゲを扱うお店でもいくつか経験があるので、この動画はフィクションです。人物、団体名など架空のものです。よし、話します。そもそもひまりがエロゲのシャワリを狙ってソフマップのバイトになったら、ひまりちゃんは女の子だから BL ゲームねって言われたことは前にもちょっと話したことがあると思うんだけど、基本的に女の子がエロゲ売り場を任されること自体はあんまりないのね。っていうのもやっぱり基本的にエロゲって男の子がやるものだから、ひまりはやりますけど、
基本的にエロゲ売り場のお客さんはほとんど女の子だから、女の子がレジだと何かと恥ずかしいみたいなあるみたいなのね。あと女の子にエロゲ売り場の仕事をさせるとセクハラにならないかみたいな感じの事情があるみたいなんだけど、決まりは必ずしもそうではないと思いますけどね。基本的に女の子がエロゲを売ることは少ないです。まあそういう意識がちょっと緩い、ある意味デリカシーのないお店だとエロゲ売り場につけたりするんだけど、エロゲ売り場は女人禁制なことも珍しくない世界。相撲の土俵と同じです。エロゲ売り場は現代の土俵です。ってことで、響きの産地はエロゲ屋さんでは、ヒロインたちが自ら実家をエロゲ屋さんに改装するというソリューションで、女の子がエロゲ販売の店員をやってるだなんてリアリティがないよと言われないようにしてるわけですね。リアリティがあります。まあね、基本的にエロゲ売り場に女の子はいませんが、たまたまエロゲ売り場に配属されて現代の土俵でどうすこいすることになったとしても、やっぱりやべえお客さんはいます。やっぱりエロは年齢問わずですからね。老若男女問わず、老若男問わずお客さんがやってきたりするんだけど、例えばちょっとねボケた感じのおじいちゃんがやってきたりするわけですよ。徘徊の結果、吸い寄せられるように本能が求める方向へやってきた G がアダルトなビデオ、アダルトなゲームとコーナーを流れてきちゃったりね。 G が気がつくと周りはエロですよ。店内にはデモが流れてるモニターもありますからね。聞こえる喘ぎ声、吐息、肌色、 G の本能がスパーキングですよ。 G が G の取り出して G ですよ。萌えのエロゲでいけるのはちょっとすげえと思いますが、ご高齢の体です。体に応えることもあるでしょう。心拍数が上がったりしたら G いってしまうかもしれません。店員も止めに行きます。お客様、困ります。お客様、困ります。お客様、お客様、あと G 止めて、お客様、必死です。 G が行くのに間に合わなかったら掃除をしなければなりません。ひまりはそういうことが起きたら、ひまり怖いとやってましたが、まあ素で怖いです。あと買うエロゲを吟味してるのかと思ったら、2時間ぐらいずっとひたすらエロゲのパッケージの文章を音読してるお客さんとかもいました。ここは越後駅がほど近くにあり、静かな住宅地、上須町、食べれた商店街の足の昔ながらの雑貨や響きの商店街の全員してあるそこの入店宣言を受けて入る。なんか困ってんのかな。エロゲ大好き長女、響きの上で、しかも日常中に成績の向きで皆さんに言う。みたいな。迷惑にならない範囲でお願いします。あと電話問い合わせね。大崎ちゃんたちもよくお店に行く前に電話で〇〇ってありますかって聞いたりすることがあると思うんだけど、エロゲでもあります。もしもし、ユニクリエイト文京店文字月が受けたまわります。はい、在庫の確認ですね。受けたまわります。メーカーさんやタイトルなどお分かりでしょうか？メーカーが ASS、 アルファベット3文字で ASS かな。タイトルが保険の先生と、少しお調べしますのでお待ちください。もしもし、お待たせしました。問い合わせのタイトルですが、こちら、お読みした方が、そうですね、メーカーの方、ASS さんで2月29日発売、おっぱいたっぷんうれうれボディ保険の先生×2ピッチの悩みに答えてあげる、いっぱい出してね、定期過剰編になりますね。こちらでお間違いなかったでしょうか？はい、在庫1点ございました。はい。
同じメーカーの前作ですか？両辱マニアックス、メス奴隷たちの陰夜というタイトルがありますね。こちらも在庫1点ございますが、はい。もう一つお手合わせで、はいはい。はい。許して、お姉ちゃん。ありました。のるんさんかなで、姉、許して、お姉ちゃんたち、僕のオチ、ダメになっちゃう。丸の方は、ですかね。こちらは、当店では在庫を切らしてしまってますね。大変申し訳ございません。他店からのお取り寄せも、できますが、なしで、かしこまりました。お取り置きはどういたしましょうか。1点だけお取り置きで、どちらを、はい。おっぱいたっぷんうれうれボディの方を、かしこまりました。では、お取り置きしておきますので、おっぱいたっぷんうれうれボディ。はい。じゃあ、ご来店の方お待ちしておりますので、はい。みたいなこともあるわけですよ。まあそんなことが起きつつ、エロゲを棚に並べ、盗難防止用のケースに入れて、シールを貼って、棚に並べ、時々極まった性癖のエロゲのジャケから圧を受けつつ、ひまりは働き、エロゲ売り場は毎日、ドッタンバッタン、大騒ぎです。果たして雑貨屋さんから一転エロゲ屋さんになった響きの産地には G が来たりするのでしょうか。 G が来て G が取り出し G していくのでしょうか。その時響きの産地の三姉妹は G の G を止められるのでしょうか。長女のゆかりちゃん、雑貨屋さんをエロゲ屋さんにしようと提案したのはこの子です。いざとなったら戦わなければなりません。勝てるのでしょうか。次女のつむぎちゃん、経営面担当です。ひまりは経営とかよくわかりませんが、戦う時は戦うことになるんでしょうか。果たして勝てるんでしょうか。三女のゆいちゃん、エッチな目にあったら負けると思います。果たして響きの産地にもひまりが遭遇した G の G やはちゃめちゃのお問い合わせがやってくるのか、楽しみですね。もちろん一般エロゲショップ的なトラブルも盛りだくさん。うっかり箱の角が潰れちゃったーなミスから、前評判があんまり良くないエロゲを仕入れすぎちゃったり、ツイッターで新作エロゲ買えなかった報告をしているツイートを見つけては営業をかけたり、予約せずに買ったはずのエロゲに予約特典がついてる謎について語ってくれたりします。ちなみに予約特典の謎は何日までに予約した人がもらえるって指定がなかったり、予約分しか仕入れなさそうと思われてたりすると起こる現象だそうです。学びになりますね。でもひまりちょっと心配なこともあんだよな。ひまりオタク系のお店でのバイト経験いろいろあるんだけど、その中の一箇所でソフマップさんじゃないよ、違うお店ね、違うお店でひまりの同僚の女の子が同僚の男の子たちと関係に持ってしまいまして、ビルで働く男の7割がね、その兄弟になって大乱闘アナーブラザーズ的な。しかもオタク系のお店だったからみんなオタクっぽい感じで、卒業したてのねオタクたちの地上の持ちれがみたいな。休日にエロゲ遊んでたひまりが出勤してきたら職場で職バトルみたいなね。これひまりの経験に基づいた勘なんだけど、もしかして響きの産地の三姉妹とセックス
するんじゃねえかな。三女のゆいちゃんも VTuber やってるっぽいしな。前にひまりが学んだ法則から考えてもな。ありえますよ。ということでね、外出自粛もあって、エロゲ屋さんはとても頑張ってます。こうさぎちゃんが、ちょっとやそっと特殊な性癖のエロゲを買おうが、他にもっと特殊なお客さんがいるから、問題なし。笑ったりもせず、むしろ物手を挙げて、喜ばれるはずです。響きの産地はエロゲ屋さん。こうさぎちゃんたちも予約しに行ってくれよな。Amazon でも店舗特典はあります。そして、ここまで紹介してきましたが、なんとこのエロゲー、ひまりが参加してます。嘘。望月ひまりが参加。そうなんです。なんとね、ひまりが劇中曲を歌ってます。響きの産地の店内ソングでね、ひまりが歌を歌わせていただきました。しかもですよ、限定版があるんだけど、その特典にね、カバー CD がひまりがカバーさせていただいた3曲を収録した CD がついてくるんです。ひまりエロゲシンガーデビュー。うわー、やった響きの産地の店内 BGM はひまりです。エロゲ曲の本気アーティストはひまり。おうさぎちゃん、絶対聞いてくれよな。ひまりの歌 CD 付き響きの産地はエロゲ屋さんは11月27日発売。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。よろしくして。